はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、HG サウンドのニューモデル、ホワイトスノー、白雪です。ああ、ハートミラーで有名な HG サウンドか。最近だと、プレイナーモデルのルナをレビューしたよね。価格帯もドライバー構成も違うけど、ルナは良かったよね。そうだね。ってことでホワイトスノー、白雪への期待も高まる。はい、高まる。今回も EG イヤホンスさんに送っていただきました。いつもありがとうございます。価格は2000円台後半。ケーブルが3タイプから選べるんだね。マイク付きはともかくタイプ C ってちょこちょこ需要ありそうだね。ジャックさんの第一印象は？開封直後の視聴はすごく良かったよ。具体的にはどんなところが良かったんでしょうか？一言で言えばバランスの良さ。価格帯はエントリークラスだけどいいなりしてる。詳しくは後で触れるよ。はい、お願いします。外観は樹脂製のハウジング、バックシェルが金属製、その上のフェイスプレート部はドロップ成形で樹脂を貼り付ける構造になっています。ホワイトスノーらしいパールホワイトの感じがみずみずしくていいですね。サイズ、重さとも一般的で装着感も気になるところはありません。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプ1機、LCP プラス PU の複合ダイヤフラム。よく見かける構成じゃないですか？そう。2000円台だし、あまり高価な素材を使うのは難しいだろうからね。でも LCP プラス PU は結構いいと思うよ。DD モデルの最近の性能向上は侮れないし。そっかー。安くていい音なら言うことないね。買いだね。ミミーちゃん、ちょっと気が早いわよ。そうかなー。ジャックさんは最後にきっと買いだって言うと思うよ。では波形をチェックしていきましょう。グレーのバンドルイヤーチップの方が内径が絞ってあるので6キロ付近の谷が深めになってるね。その代わり10キロ近辺は落ち方が少なめだね。こういうパターンは多いの？割と多く見られるかな。なるほど。覚えとこ。ところで今回、イヤーチップはナイス HCKC04 音収録と視聴に使うんだよね。そう、これなかなかいいんでね。ディバイナスベルベットに出方が似てるんで、基準として使えそう。もっとデータを取ってみたくなったよ。今回のサウンドチェックはどうしますか？割と最近レビューした、これにするよ。ああ、CCZ、DC02 ソロ。ジャックさんが音楽用途以外に幅広く使えそうって言ってたよね。ホワイトスノーも上のような表記があったからっていうのと、ソロはドライバー構成が同じで価格帯も似てる。そして最近のモデルというのもセレクト理由の一つ。音調整の基準はホワイトスノー。ケーブルはナイス HCK ディープスノーを使用。はい、ケーブルはスノーつながりですね。色もマッチしてます。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。ソロの低域が結構強めなんですね。収録時のリアルタイム波形だとそれほど差がないようにも見えるけど、収録音を比較すると違いは顕著だった。
ソロはもともと低域が強めな上、中域は結構絞られているので、より低域が聞こえやすい。中高域は5キロあたりがホワイトスノーより若干強めで、シンバル系やボーカルの一部の帯域が目立つけど、3.5 キロ中心に谷があるので、ボーカル全体で聞くと、あれそんなに前に出ては来ないなぁという印象。低域はドンと出るので、メリハリのある派手めなサウンドが好きな人には合うと思う。ということは、ホワイトスノーとは性格が結構違うっていうことでしょうか？そう思うね。ただ、収録音での聞こえ方は、ホワイトスノーを音調整の基準にしているため、波形レベルがホワイトスノーを下回る部分が、より暗く聞こえるギャップがあるんで、ソロの実機の中高域はもっと明るいということは補足しておくよ。じゃあ、ホワイトスノーを聞いた印象をお願いね。了解。視聴環境はこれ。音収録同様、ナイス HCK ディープスノーにリケーブル。まず最初に感じるのは、サウンドステージが広く、心地よく聞けるということ。バランスはいいけど、やや低域より。その低域は、両管の割に硬質で、バスドラのキックやベースのアタックの輪郭がはっきりしているので、ぼわっと曖昧に広がらないのがいい。ジャックさん、曖昧な低域は苦手だもんね。そうだね。低価格でも低域の質感が上がってるモデルが増えてるんで、最近あんまり低域ボワボワっていうのがないのは嬉しいけどね。そっか。中域の落とし方も程よい感じに見えますね。中高域はどうですか？2キロ過ぎから5キロあたりまで谷らしい谷もなく、かといってオーバーな出方でもないので、ボーカル、メロディーは適度に前に出て明るく聴きやすい。その上の高域は波形では大きな特徴は見られないけど、シンバル系はソロより控えめ。もう少し出てもいいかなという印象。でも、こういうモデルが長く使ってて飽きないんじゃないかな。微妙な点はないの？そうだな。中高域以上の改造感がそれほど高いとは思わないんで、高域の改造感を求める人には不向きな気はする。でも、エントリーモデルの価格帯としては十分ななりだと思う。そして、いい感じの広がりがプラスされて、より聞きやすいんで、好みが合いそうだと思ったら、パッと買っちゃってもいいんじゃないかな。それじゃあパッと買っちゃいます。また買うんだ。安くて好みが合いそうだから。やれやれ。もすっかりコレクターだな。ということで、HG サウンドの 1DD モデル、ホワイトスノー、白雪のレビューでした。ではまた次の動画で。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。